ティグラドデジョンです。今回は日本最強の15人集めたら世界一取れる説、タウンホール15最後のクランリーグになりそうですね。やっていきたいと思います。12月シーズン Day1 です。37対35ということで、星1が1個あったので8前回ですかね。マキシがね、対戦相手にいて、マキシいますね。あれですね、トライブで現役でやってて、そこから引退してからは、キャスターとしてね、本国公式チャンネルとかでもね、何度も MC とか解説やってる人ですね。そんなクランとの対戦です。早速やっていきましょう。はい、というわけでね、ちょっと一発目こちらがやばかったんで最初にやっていこうかなと思うんですが、クラウス、バルキリー28体編成。まあ中身はね、軽く見た感じ、スーパーバーバリアンラッシュのバーバリアンのところを、バルキリーでやってったみたいな感じのアタックでした。まずは天才三軸角にレイジタワーと、対地クロスボウと投石だったかなを折り切っていくような形。さあ、ここからジャイアントを盾にクイーンウォークをしていきます。3時の方に進ませるようなイメージですね。で、バルキリーを使ってカットおよびタンクをしてもらいました。アーチャーのターのね、タゲを取りつつって形でした。ここから3時の方にクイーンを戻してウォーデンと合流していきます。バルキリーでアーチャーターもこの辺もスーパーバーバリアンみたいなチェックですよね。で、バルキリー2枚使ってストライカー処理もしつつ、アイゴレエレクトロタイタン合流。さあ、スーパーじゃねえわ。普通のバルキリー使って。ちょっとね、テスラに引っ張られてしまって、クイーンを誘導することができず、クイーンじゃないや。できてる。で、ジャンプを使いつつ、バルキリーをね、散らしていきます。で、6時とかは結構モノリスとかもあるので、スケルトンの呪文を置きつつ、フィスト早め。キングの方がちょっと、ルート的にはどういう感じだったのかな。壁を破って、強引に合流するような形になりました。9時の方はシューター放置だったので、ここはターゲット取られず、ちょっとね、投石の方までね、迫撃のタゲを取ったりしてできればよかったんですが、細かいですね、ここもバルキリーでタゲ取らせつつ、ストライカー刺して、やってることはほんとスーパーバーバリアンみたいなイメージですよね。スーパーバーバリアン編成が流行ってるからこそこのバルキリー編成っていうのもうまく使いこなせているのかなというような感じになってきました。さあ、ただまだ手元にバルキリー13体。すごいですね。スーパーバーバリアンだと20体ぐらい手元にあるっていうような感じなのかな。イクスケに反応しないような形で、ここはインビジブルからの即クロークタウンホール落とししつつ、ブーメラン使っていって、こうなると、裏から一斉バルキリー。もう、本当にスーパーバーバリアンですよね、これ。同じようなイメージで、で、バルキリーを差し込んでいくと、全開が取れるということでね。スーパーバーバリアンで取れるなら、バルキリーでも取れるんじゃないかということでやってった結果、普通に全開が取れてしまうと、すごいアタックです。はい、続けて見ていきましょう。61天才のラバル ET さん。えぐいね。圧倒的バルキリー。なかなか思いついたとてやろうとは思わんよね。まずはキングを展開していきつつ、スニークゴブリンを使ってサイドカット、ウォールブレーカーを入れていきつつ、クイーンまで行きたいですね。で、アイゴレ展開という形です。もう一層ウォールブレーカーつけて、ここでフィストを使うと、内側の方に入っていくような流れが、はい。アイゴレもマルチに入りつつ、いいですね。で、9時の方をロイヤルチャンピオンカットで、クイーンを内側に進めて、投石クイーンあたりまで触っていきたいんですが、キングの方で、クイーンまで触れますね。そしてこれ、スケルトンの呪文を使っていって、キングの方のタンクをしつつ、クイーンの方はここでクローク。援軍がここから出てきます。投石まで触りたいんですけど、ストライカーの角度がね、ちょっと9時寄りに出したので、ウィズトとかいろんなものに、タゲット取られてたんですが、なんとかキング処理までできつつ、ラバルパートはこれ突撃艦でタウンホールをケアするようなイメージですね。天才ラバルのタウン真ん中型って結構こういうやり方でタウンケアすることが多いですね。ロイヤルチャンピオンは能力が残ってるので、ここで即破解放していきつつ、援軍処理した後のイエティってこうして、ターゲット結構拾ってくれるんですよね。投石とのタゲとか。クラクラはね、なんかこういうところ、空のタゲと陸のタゲって別々に当たる、攻撃が一緒に当たるってことないじゃないですか。クラロワとかだとね、これ陸も空も同時に当たっちゃうんですけど、クラクラのいいところですよね。ここうまいこと、水塔とか投石のところはイエティの方でターゲット取ってあげると、バルーンの、空を飛んでるね、バルーンとかには攻撃が入らないという形。さあ、残ってバルーン。あとはぐるぐる回っての全開です。うまいっすね。
結構タウン真ん中の配置をスーサイドラバルで攻めるときって、やっぱ基本タウンホールまでをヒーローで取れれば一番それがベストなんですけど、なかなかね、取れないんで、簡単には。レイジタウンも重なって置いてあると、まあ、火力的にも届かないことが多いんですけど、こういう形でね、突撃艦をタウンホールに届けて、タウンケアするっていうやり方が結構天才ラバルでは主流みたいですね。さあ、よっちさんクイヒーホグ、突撃艦に切り替えつつ、バルーンベビードラ突撃艦のためのバルーンでしたね。エアスイワンプッシュは入りましたが、レイジ届けていく。はい。狙ってたところまで折れたかな。逆走もちょっと怖かったので、ウィザードもケアしつつっていう形ですね。クロスボウがレイジに乗ってるので、ここはフリーズを使って、いいですね。ここでレイジを使いたくないので、フリーズを使って HP 管理で。こうなるとレイジターンの効果もね、終わるんでね。はい。ここでレイジを1枚も使わず進めることができました。特に今回の場合は突撃でレイジを1枚割いてるので、空飛の方にもある程度残しておきたいっていうような意図かなと思います。キングで外周部カットして、クイーンを中心に進めていきたい流れ。ウォールブレーカーとか特にいないので、このままタウンホールの方に進めるような流れになりそうですね。インビジブルとかもうまく使って戻すようなことを考えてるかもしれないですね。ホーミングチェックしっかり拾いつつ、キングにキング、ストライカーを守るためのフィストですね、これは。マルチ IT のターゲットをしっかりバーバリアンで取ってる間に、ストライカーを刺してキング処理を行いつつ、きっちり処理ができました。多分上から、はい。上からスーパーホグ展開。大砲のところも出したいですね。いい感じ。ホグにしっかり残して、クイーンの方はタウンホールの方に戻ってきてくれました。壁を殴るとかあったらインビジブルとかマルチとか、クランジョとかにかけてあげれば結局戻せるので、この辺はどういう動きをしても誘導できるような感じだったかなと思います。ボムタワーと巨爆に合わせたいですね、ここ。ナイストーム。ボムタワー開けましたが、ストライカーの方もしっかり待って打ったので、クイーンのところまでストライカーは刺さってる状況ですが、1体だけだとちょっと処理はできないですね。タウンホールのポイズンを受けてしまったので、ここはクイーンクローク、フリーズ残してて、もう一発同じとこ結局、余ってても意味ないんで、どっか打ちたいんですけど、打つようなところも特になくなってますね。余裕の展開。ヒーラー一瞬外れてるんで、これはフリーズ、クイーン延命に打つか、インビジブルかですが、もう余裕すぎて、どこ打っても OK ですね。ナイス展開。この辺の序盤のフリーズ1本で済ませたところとかで、お釣りが来た形かなと思います。さて、S3、トッツビズかガゴかなガゴっぽいかなタウンホールじゃないかなこれ。わかんないけど。全然違いますね。上ですね。上ですか。なるほど。ってなると、トッツビズ結構ありそうな感じも出てきたな。金庫だよね、ここ。落っことして、そうですね。ここ落とすなら金、うわ嫌な動きしてる。おお。そっちにもちゃんと残ってくれてるスーパーウィザードがいましたね。危ない危ない。イーグルまでは確定で降りつつ、下からなんかバルーン来てますね。タウンホールまでそしたらスーサイド見てんのかこれは。いいガゴいる。言うてもでもこのマルチ IT の横打ち結構めんどくさいんですけどね。逆サイド入れて、ロイヤルチャンピオンでケアするような形を取りますね。ってなると、タウンホールをロイヤルチャンピオンとクイーンで見つつ、これユニコーン絶対活かしたいんですけど、ここ一度 D がここ固めてくれるので、その隙にしっかり降りたい。さあ、これスケルトン置いてからのキング展開。はい、反対ロケバルウィザードのサイドカット。ポイズンタワーのターゲットもロイヤルチャンピオンで解除しつつ、いいっすね。対地クロスまで降り切れたので、クイーンにかかる負担も少なく、ゴーレムがしっかりターゲットを取り続けてくれてますね。いいなぁ。これいいスーサイドだなぁ。さあ、ボムタワーも破裂しつつ、投石のところへ届いていく。そうなると、ウィズ島とテスラにバルーンを当ててあげると、3時の区画の対空の防衛説なくなりますよね。テスラにバルーン当てましたね、しっかり。フェニックスでいけるね、これそうなったら。で、
クジパート、ヘイストトームです。いいですね。しっかり罠もたくさん吸いつつ、そこもアーチャーターバルに当てていきたいところ。あとは囲い込んでいくんですが、マルチ IT 延々固めていいっすね、これもう。フリーズたくさんあるね。はい。もう一生これでいいっすね。で、ヘイスト置いて、もう一回そこですね。まあ、なくてもいいような余裕も出ましたが。まだね、まあ言うてもこうしてフリーズ余るんで余るぐらいなら打てっていうのが僕の考え方なんで。余るから打つとまあ、オーバーフリーズな感じはするけど、まあ打つとこが他にないんで、こうして余るぐらいならって感じかな。はい。ストライカーとフリーズ余しての全開です。ナイス全開。いいプランですね。ザ・クイヒーのスーパードラゴンですね。まあ今ちょっとね、最後に、これそういうことかなと思ったのが、援軍のフリーズだったんで、援軍の呪文に関してはね、こういう対戦残すのありですよね。援軍でもらう呪文だったら残してもいいかなって、ちょこちょこ思うんで。そういうところまで意識したフリーズ残しだったかもしれないですね。援軍のフリーズだから残しとこうみたいな配分をもう攻めてる最中に考えたかもしれないですね。ここがね、リターン型の食い火ではなく、タウンホールまで向けた食い火をこうして設定していくんですが、もう、かなりいい流れでできてますね。で、くじはシューターに任せます。ホーミングチェックも二刀流しっかり通して。まあ、やりたいことしっかりできてるかな。で、ここはフリーズ置いて、時間差つけてスケルトンをモノリスのターゲットで取りに行く。タイミングとかも結構完璧かなと思います。スーパードラゴンを展開して、あとはこの投石区画をスーパードラゴンでぶっ潰しつつ、中央突破していきます。はい。ちょっと対地クロスをね、うまいこと突破できてればよかったかなっていうところですが、インビジブルレイジでクイーンの方面メス2レイジトームを中心部、しっかりポイズンもかけてあげますと。いや、かなりいい流れできてるんじゃないですかね。ちょっと下の対地クロスに寄っちゃったんで、スーパードラゴンがね、真ん中貫通ができなくなってしまったところが嫌なところではあったんですが、クイヒーの方も見つつ、スーパードラゴンの方も見つつ、結構フリーズどこに打つかはね、迷ってますね、これは。インビジブルこれスーパードラゴン延命するのが一番強いという結論に至ったので、ここ、折り切り。で、そのスーパードラゴンがこうして貫通して、対地クロスだったり、投石の方を触れるような形取れてますよね。で、キング時間差つけつつ、クイーンはタウンホールクロークはしょうがないので打ちますと。はい。まだロイヤルチャンピオン残した状況で、スーパードラゴンしっかり貫通できましたよ、ほら。で、対地クロスのところにスーパードラゴンとクイーンも合流しつつ、キングもフィスト残した状況で回って、シューターの方もね、結構いいタイミングでスーパードラゴンを進めることができたので残ってますと。こうなった時にロケバルじゃなくて、スーパードラゴンにホーミング入るのちょっと、下せんよな。ちょっとあんまり上手いスーパードラゴンの伸びにはならなかったんですけど、これだったらちょっと援軍の中身別のやつの方が良かったっすね。時間もある程度、そんなにやばいわけではないけど、ちょっと進んではいたので、フィストも使いつつ、ロイヤルチャンピオン。ここまで来たら前回待ったなしなんで、ストライカーは今回積んでないんでね、このヒーロー処理ちょっとめんどくさい感じにはなるんですが、ブーメラン回収していって、前回と。クイヒーパートがかなり綺麗に刺さったってとことをね、合わせるスーパードラゴンもうまくいったんじゃないかなと思います。前回スタート。クイヒーのヒーラーの方も5体だし、スーパードラゴンも5体積むやり方でね、今回やってったんで、かなり火力的にも出る編成で組めたかなってところでした。さあ、ニャロメ、スーパーアーチャーかな、多分。さあ、突撃艦、ここで一気にトームかけていきます。結構ね、ストライカーとか刺すやり方も多いんですが、ここは刺さず。ガーゴイルですね。スペースも結構あるので、ここはガーゴイル採用していきつつ、一瞬でボコボコにしていきます。そうなると、投げなかった理由も結構分かってきますね。クランジオから援軍が出てしまうということで、陸の援軍がね。スパガゴだったら、ストライカーを投げない理由とかも分かってくるかなっていうところですね。インビジブルとかも余しつつ、ここは止めていきました。早い。発動が。
タイタンいいっすね。陸助一瞬処理2枚見えたかな。まあ、こういう単体の火力の高いところとマルチ IT のセットはやっぱ強いですね、鉄板で。さあ、スーパーバーバリアンで外周部の施設を削りつつ、まあ、最初に見たバルキリーとの瞬発のなんか瞬間火力の差が圧倒的ですね、これ。スーパーバーバリアンの方がね、バルキリーより全然強く感じますね、こうやって見てると。うん。しかも枠数、バルキリーより軽いっていう。バルキリーさん、いいとこないじゃないですか。範囲ダメージ与えられますぐらいだね。ウォールブレーカーで道も作って、外周部しっかり大きく削っていきます。まあ、イーグル砲が結構ね、こうなってくるとヒーローにずっと当たり続けるルートを取っているので、まあ、プランニング的にもイーグル砲が食らってもいいようなね、ぐらいの余力を持って挑まないといけないやつですね。インビジブル、そうですね。インビジブルロイヤルチャンピオン、スーパーバーバリアン外周部。ターゲットはスーパーバーバリアンが取ってくれてますね。いいウォールブレーカーになりそうですが、ここはトルネードに絡まって、穴が開きませんでした。まあ、どっちにしろやり直しでウォールブレーカー投げるしかないですね。2枚あればね、裏道できたんですけど。うん。まあ、穴が開いたので、この辺までクイーンもされるような感じになりますが、イーグルはロイヤルチャンピオンターゲット。ただ、ロイヤルチャンピオンが能力残っているので、うん、フリーズかけつつ全ユニットもこれ裏から差し込むしかないですね。そうですね。対地クロスのタゲをロイちゃんに入れないように、スーパーバーバリアとか投げつつ、そうですね。マルチ IT まで降り切ると、ここはバルーンも届くので、まあ、どっちにしろ全開と。うん、ナイス全開です。はい、多分森尾さんですね。フイヒーホグです。突撃艦セットしてるんですけど、結構見てるとシューターだったり使ってることが多いんで、切り替わる可能性はありますが、この入りなら、なるほど。ヤンキー凸をぶん投げていって、ここはちょっと呪文壊せなかったので、クイーンは動きましたが、対地マルチまでが狙いなんで、ここ折れればって感じですかね。さあ、マルチ IT まで降りつつ、うん、いいですね。ベビードラも使って、アーチャーターまで目指しに行くようなサイドカットですが、折れなくてもまあ HP あれだし、降りに行くん。まあ、折り得なんでね。クイヒールートはこのまま確定で9時クラーンと流して、ホグ、そしたら下からレッツゴーかな。キング流しつつ、ホグパートタウンホールまで。まあ、こういうクイラバだった時に、キング入れるんだ、そこ。まあ、サイドカットしないと入らないっていうところをキングでもそのままやっちゃえみたいな感じなのかな。クイラバだった時にラバルパートでこのタウンホールを6時から回すと結構渋いじゃないですか。兵器もないしってところで。まあそこをホグパート、クイヒのね、スーパーホグだと結構それもケアできるかなってところでやっていくのかなと思います。オールブレーカー投げ込んでいきましたが、ここは拡張はできず。結構見ますね、ヒーローパート。もう一回ウォールブレーカー狙いますが、どうでしょう、これは。届きません。まあ、狙いとしてはなんかこの辺の継ぎ目開けたいみたいなイメージだったのかな。まあ、とりあえずこれクイーン壁殴りますね。レイジまだ4発ある状況でここ。だいぶまだ見ていく。上から投げるか、そしたら。そうだね。ロイちゃんは、いいウォールブレーカー。タウンホール打てるね、これで。で、下からホゲ。キング本当は単体で、12時パート見たかったんだけど、クイーンはクロークかインビジブルか使いたい。ここはクローク。フリーズ打てないとインビジブルターが発動するんです。ここは一度タウンホール打てなくなってからインビジブルフリーズかな。もうタウンホールはもう気合で乗り切ると。呪文は結構残ってるんでね。ちょっとユニットの方が減ってしまいましたが、ここからはもうリカバリー全開取っていくような形。フリーズもそうですね。ストライカー延命したいところだったので、ここは延命しつつ、ホグとかいろいろ来て、ここウォーデン、ギリギリかからない。乗っていっての全開と、呪文はめっちゃ残ってましたね、最後まで。呪文で最後取り切っ
て、ナイス全開です。真ん中のウォールブレーカーね、うまいね。さあ、ラストアタックやったーさん、花火になりそうですかね。安いよりの花火。片側折ってなので、イーグルが結構偏ってますね。対空砲の位置もあるんで、これだったら多分、そっちから。なんかすごいいろんなとこ投げてる。おお。ロケバル使ってくじカット。ここもロケバル使ってカット。折れない。そこ降りたかったね。最悪、バルーンライダーとかもリカバリの手ではありますが、ここは投げず、放置する形でやっていきます。当然突撃艦守っていきたいんで、ここはトームをかけつつ進めていきます。エア水はなんかこっち向いてる風だけど結構かかってんだ、意外と。さあ、花火ですね、ガーゴイル。ウィザードもいましたね、今。両方ケアができるみたいな感じで打ってるのかな。タウンホール越しにクロスボウとかにもダメージを与えられるっていう上振れを狙ったところもあるかなと思います。ヒーローパートは3時から9時の投石区画がちょっと残ってしまいましたね。スーパーウィザードとかも援軍の中身に採用したことで、アイゴレも出てしまっているところね、防衛でね。あとはロイヤルチャンピオンが残ってるんで、時間が厳しいんだったら9時からフリーズロイちゃんストライカーさして、ビスト使って上合流みたいな感じになるのかな。時間があるならこのままキング待って12時側から合流しながら進めていくっていうやり方ですね。はい。時間ある人の待ち方してるね、これは。ロイちゃん12時逮捕からでいいんじゃない？この使い方するなら。そうですね。こうなると結構時間は余裕があったみたいですね。花火編成って基本的には時間は余りやすいタイプの戦術ですからね。あとはフリーズが一発残ってるので、ここも固めちゃうのはありだったけど、はい、しっかり固めつつ、クイーンの方も黒く余裕なので合わせていって、落ち着いて最後までね、勝ち角の状況まで自ら崩れず、安定感あるやり方を取りましたね。はい、というわけでね、タウンホール15最後のクランリーグになるかというところをやっていきました。初っ端からね、クラウスもタウンホール15最後ならということかわからないですが、バルキリーラッシュ決めていって、せっかくね、もうタウンホール15終わっちゃうんだったら、なんかいろんな編成とかね、今までやってなかった編成とか、やってみたかった編成とか、一応順位付けみたいなところもあるんでね、あれですが、試すっていうのも面白いかもしれないですね。毎月ね、僕ぐらいしかスーパードラゴン使ってる人はいないんですけど、スーパードラゴンとスーパーバーバリアに頼り切ってね、グランリーグ生活してます。はい。というわけでね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、レシピしてもらったのでのしょう。さよなら。